こんにちは、青ゆいです。本日はタムロンの 3500F2.8 のこのレンズを開封していきます。100mm っていうとね、被写体にグッと揺れて主役をこれだっていうのを見せやすくする、そんな焦点距離のイメージありませんか？ただ 35mm って何撮るの？どう撮るのって思った方いませんか？いわゆる超広角と言われる 16mm ほど突き抜けて広いわけでもなく、一般的な広角と言われる 24mm とか 28mm より狭い、そういった意味で中途半端だなって感じる人いるかなと思います。ということでね、今日は 35mm の扱い方だったりにもフォーカスを当てていこうと思います。そして本日の動画は4部構成です。第1部ではこの開封と簡易的なスペック紹介、第2部と第3部は POV 視点での作例撮影となります。実際に外に出てモニターを皆様にお見せしながら撮影する様子をお届けします。今回作例を2部に分けた理由はこれとこれを使うからです。なのでね、このレンズ自体も楽しめるし、それぞれの描写についてもお楽しみいただける内容となっています。そして第4部では実際にこちらを使ってみた感想ととある比較をしていきます。それはですね、35mm と 100mm、そして 150mm の玉ボケ比較です。150mm って思った方いますか？実は 150mm もこのレンズで撮れます。そして今お見せしている作例すべて 35mm で撮影した写真になります。いかがですか？広角なんですけど間延びしてない感じが良くないですか？そして広い世界なのにもかかわらずちゃんと主役が成り立っている、そんな魅力も 35mm にはあります。それでは前置きが長くなりましたが、第1部開封と簡易スペック紹介をしていきたいと思います。なんだろうな、100でこの軽さなんだっていう印象はありますね。軽いんですけど、大きさだけで言うと大きくもなく小さくもなくっていう感じですかね。このズームリング100まで伸ばした時どれくらい伸びるのかっていうの気になりますね。タムロンらしいそんな見た目をしてますね。でね、こちらね F2.8 投資なんですよ。なので 35mm から 100mm 伸ばした時短っ。確かに100でこれは小さいかもしれない。ちょっと話が脱線しましたが F2.8 投資なので 35mm の時も 100mm の時も明るさが変わらないっていうのがいいですね。ここね、かなり大事なポイントかなと思います。やっぱりね、どうしてもズームすると暗くなってしまう F 値変動型のレンズもありますよね。そっちの場合はね、ズームするたびに明るさの調節っていうのもおのずとしなくてはいけなくなってしまうんですけど、これだったら F2.8 のままなので露出を考え直さなくてよかったり、設定を触らなくて済みます。ということはですよ、必要以上にカメラの設定をいじらなくて済むので、被写体に集中して向き合うことができる、そんな利点があります。そして 35mm から 100mm の幅には単焦点でいうと 35mm、50mm、85mm、100mm の詰まってるんです。これ一本でね、いろんな距離感楽しめて面白いですよね。ではちょっとね α7C2 につけてみたいと思います。C2 もねかなりコンパクトなカメラですからね。それにこれがくっつくとなるとどうでしょう。なるほど、いいんじゃない？結構すっきりと収まる感じはありますね。もう少ししたらね 7.5 にもつけてみたいなと思っています。でね、やっぱり 35mm スタートっていうのがいいですよね。私ね 35mm って扱いやすい広角だと思ってるんです。そこについてもね第1部で語っていきたいなと思っていますが、先に 100mm の良さもお伝えしたいですね。やっぱりね 100mm ってなるともうバスバスっとね被写体を切り抜ける、その気持ちよさっていうのがめちゃくちゃありますね。主役をグッと切り抜けて背景もググッと迫ってくるので、かなりねダイナミックな印象っていうのが作りやすくなります。で、今回ね最短撮影距離 0.22 メートルなんですよ。結構寄れるんじゃないかなと期待しております。後半ね作例撮影の中でもちょっと寄った写真とか撮っていきたいなと思っています。でね、重さがね約 565g となっています。そしてズームしてもそんなに前にせり出てこない。だからね重心がほとんど変わらないですね。なのでこういった軽めのコンパクトな C2 につけたとしてもバランスが保てていてすごく持ちやすいなという印象があります。
それではね、α7-5に付け替えて 35mm って何がいいのか、そんな話をしていきたいなと思います。これはこれでいい。なんかがっしりとした感じが全体的にね、ありますね。いいですね。かっこいいわ。どっちの見た目が皆様好みですか？それぞれに良さはありますが、フィット感が結構大きいなっていうのが、今 35mm に設定しています。いいね、35mm ね。そう、私ね、35mm すごく好きなんですよ。最初にお話しした通り、16mm ほど超広角でもないし、オーソドックスな広角と言われる 24mm よりは狭いがっていうところで、中途半端だなって感じる方がいるかなと思います。ただ、私はですね、その中途半端さが好きなんです。どういうことかと言いますと、35って広角にも表示寄りにも捉えて撮ることができるので、本当に万能なレンズだと思います。この作例を見ていただくと一番わかりやすいかなと思うんですけど、本当にね、幅広い世界寄って撮った 35mm の良さっていうのもあったりして、その中で広角寄りの扱い方が多分特に難しいなと思ってる方いると思うんですけど、広角にも 35mm はもってこいです。なんでかっていうと、広い世界をちゃんと見せられるのに間延びした感じがなくて、メリハリのついた広角が撮れるんです。ということは 35mm って扱いやすい広角なんですよ、実は。背景は入るんですけど、ちゃんと主役が成り立つ。そして超広角のように歪みすぎることもない。まさにね、スナップとの相性抜群の焦点距離だなというふうに思います。そうはいえど、実際にどう生きるのかっていうのを作例でもっと見たいですよね。ということで POV 作例の撮影をしていきたいと思います。ぜひ後半もお楽しみください。皆さんこんにちは、青ゆいです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はタムロンの新レンズ 3500F2.8 のレンズを使って撮っていきたいと思います。では行ってきます。ちょっとね、実験をしていきたいと思います。実験的なところなので構図はあまり気にせずやっていきます。何をやるかというと、 35mm と 100mm の差を体感的にお伝えしたいなと思ってます。これが 35mm です。そしてグッと100までやってあげると玉ボケが大きくなりますね。そしてさらにね、クロップモードを使ってみます。 1.5 倍クロップですね。100の 1.5 倍なので、150までなっています。こんな感じで、玉ボケの違いを味わっても面白いんじゃないでしょうか。では時計のあたりの壁を背景にしてぐっとね、手前のチューリップを撮りたいと思います。いいじゃない、この丸の時計がアクセントになって私は結構好きですね。ヘチは絞り気味の方がいいと思います。いろんな花があるので、開放にしすぎると結構花一つだけが集中しちゃうのでね、
こっちによると少し玉ボケができますね。いいね。玉ボケてる。かっこいい。目の前のガラスに当たる光のあたりを撮りたいんですけど、手前の階段とともに撮ってあげたら面白いんじゃないかな。あ、最高ですね。こういう感じで。FL3 いいね。かっこいいね。このやっぱ光と影の感じがいいですよね。最高。何、動画あ、しゃがんでも面白いかもしれない。それではこの下の部分なんかね、バケツがあったりしてちょっと面白いので撮ってみます。こんな感じのところを撮ってみます。あ、いいね。このね FL3 と緑の色がすごく合うので、ちょっと正面真上からグッと寄ってあげて、真上から撮る感じですかね。あえてこう統制されてない感じがまたいいなと思ったりしますね。いいんじゃない？すごくいい気がします。いいね。こっちもいいですね。正面のあたりとか良くないですか？いやー、いいね。このね、光と影の絶妙なバランス感が好きです。いいね。少し高めから撮ってあげてもいいかも。ここだとね、この白い壁がどうしても入ってしまうので、少し上目から俯瞰するような感じで撮ってもいいんじゃないでしょうか。一番ね、光と影が目立つ位置の数字をね、F 値だったり ISO だったりで探っていきます。いいね。いいね。いやー、待って、この机の感じ良くないですか？いやー、大成功、大成功。かわいすぎる。で、前ボケの主張が今強いので、少し寄ってあげるとさらに椅子が主役になる感じがあっていいんじゃない？で、椅子の端まで入れてあげる。そうするとね、整う気がします。いいね。素晴らしい。最高。いや、FL3 は結構こうやってはあれですけど、簡単にこう作品寄りの絵が作りやすいっていうところでね、このレンズと組み合わせてソニーの色味だったりも楽しんでみたらいいんじゃないかなと思う。セールの箱とか可愛いですね。いいんじゃない？このね、床のラインもいいですね。斜めに配置されてる感じ。このお店の感じすごくいいですね。あとはどこをどう生かして撮るかですかね。正面の感じとかいいかもしれない。ここの壁にちょっと当たる光がいい感じなので、そのあたりを撮っていきます。上にしちゃうと結構現実味を帯びた自動販売機だったりがあるので、少し下げて、そのリアルさをカットしてあげるって感じですかね。いいんじゃない？あとはそうですね、こちら側に寄って撮るというのもありだと思います。いいね。この空間の広さを出すために結構下から撮ります。奥のガラスの透けてる感じも開放感が出ていいですね。いいんじゃない？すごく。よいしょ。階段を下ってきました。うわー、椅子とかもいいね。いやー、めちゃめちゃいいじゃないですか。横で撮るのであればもう少し寄って、そうですね、主役が主役であることが分かる位置で。ちょっとね、今、その椅子のあたりに立ってたんですけど、反対側に回ってきまして、
そうすると広角と合いますね。今、35ミリで撮影中です。いいんじゃない？この全体の感じがね。この椅子の黄色い椅子を手前に配置してあげるとさらにいいかもしれない。まあ、このメインの感じもいいんですけど、ちょっと雑多な感じがまた良くないですか？100ミリでも面白い。この階段とか広角と合いそうですね。そう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 。いいね。上の光の感じとかすごく好きです。もうちょっと絞ってもいいかも。いいんじゃない？いいね。いいんじゃない？かわいい。まあ、35ミリの生かし方として。あ、ここも良さそうですね。なんか35ミリと合いそうな感じが。いいわ。このアーチがいいね。上のね。あと左の影もいいね。すごくいい。今少し歩いてきたんですけど、この壁に映るね、木の影とか良くないですか？めちゃめちゃいいわ。まあここで柵を入れてあげてもいいですし、正面で撮ってもこのね、いいんじゃない？すごくかわいい。それで言うと影を生かすのであれば、この手すりの感じとかもいいですね。いいんじゃない？それではこの花を中心に奥の光をともぼけさせて、撮ってみたいと思います。プラスして35ミリと50と85と100の比較をしても面白いかなと思います。まずこれが35ミリですね。続いて50、次が85ぐらいですかね。で最後100。さらにクロップするとこうなります。面白いですね。お、何これ。それではここについてる水滴たちをちょっと撮りたいと思います。ただ今ね、スポットを小さくした方がいいかなと思うので、エリアをね、スポットの中の S に設定したいと思います。今ね 35mm に設定して寄ってね、この水滴を取りたいと思います。気持ちいいね。すごいですね。水滴の中に反射した葉っぱがある。ちょっとマクロ的な遊び方ができたりしますね。それではこの花に寄って撮ってみたいと思います。今ね 35mm の状態でやっていきます。良さそうな感じがあります。いいね。それではね、この目の前にある白い花を基準にして、焦点距離の比較をしていきたいと思います。これが今35です。そして続いて50、次が85ですね。そしてこれが100です。結構違いが出て面白いですね。それではこの目の前の小さな滝を
縦構図で。そして、スローシャッターで撮ってみたいと思います。まあ横でも一旦撮りましょうか。土地も合いそうですね。おー。面白いね。良さそう。この真下に今魚がいるのでちょっと狙ってみます。なんかね、餌みたいなの食べてるんですよ。どこだ？明るくしましょうか。食べてる。結構魚の色綺麗ですね。うんうん。なんか面白いですね。花とつぼみと茎と一箇所に集まっていて、それが面白いなと思うので、その様子を下から。あ、工房も出てる。ああ、いいね。綺麗に線が出てますね。面白い。今回ね、3号から100の間に、まあ単焦点で言うと35、50、85、100って入ってるので、まあその違いだったりも楽しんだんですけど、そこのね、画角の違いと玉ボケの大きさの違いというところも楽しめて、すごく楽しかったです。まあそのね、距離が変わってる間も F2.8 をずっと保ってくれるので、そこもまあ F2.8 らしさ、投資の良さっていうのを実感できて、すごくいいなと思いました。いきます。引き続き撮っていきます。太陽のあたりいいですね。このね、海のキラキラと帆と太陽と3つ揃うといいんじゃないでしょうか。いいんじゃない？あ、太陽の中に入った瞬間とか面白そうですね。入った瞬間を狙う。面白いね。はい、じゃあぐっと寄りますね。いいね、いいね、いいね。海潮がいいわ。奥の山々までしっかりと見えますね。高く上がった瞬間とか狙ったらいいんじゃないでしょうか。いいんじゃない？下のキラキラまで入れましょうか。太陽とタコと人の三角形ができるのが面白いですね。波のキラキラまで入れましょうか。あー、いいね、戻って、あー、いい、美しい、美しい、美しい。タイミングがね、合うとまた面白いですね。この足跡面白くないですか？ちょっと続く感じを、この広い 35mm で撮ったらいいんじゃないかなと思ったりしますね。あー、いいね、手前の足が、いい味出てますね。奥に向かっていく感じ良くないですか？やっぱりね、35mm は広角の世界を撮れるっていうのも一つ利点としてあるんですけど、プラスね、主役が何かっていうのをはっきりこう見せることもできるので、そこが結構面白いなと思います。いいね。あ、後ろに帆があるのもいいですね。いいね。あー、波が来た。いい感じ、いい感じ。そう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 。いいね、いいね、いいね。足が向かっていく感じがいいですね。波が来た。35mm がちょっとねこんな感じなので、富士山と一緒に入れましょうか。で 50mm がこれくらい、そして70mm で 85mm がこれくらいですね。で
100mm がこれです。結構ね、35と100の差ってありますからね、面白いですね。最高の場所を見つけました。縦構図なんですけど、めちゃくちゃ良くないですか？飛行機雲と山とサーファーの方と。ベストですね、ここ。第2部と第3部の作例撮影いかがでしたでしょうか？いやー、もうね、めちゃくちゃ楽しかったですね。そしてね、思ったより丁寧だった。やっぱこの3500mm っていうこの万能な焦点距離にフォーカスが行きがちで、その万能さがメインなのかなと思いきや、意外と描写も良くて、繊細で作り込みも丁寧だなというふうに思いました。そしてね、やっぱ 100mm はね、めちゃくちゃすごいですね。主役をバスッと切り抜けて、3つのワードで 100mm を表すのであれば、圧縮、整理、集中ですね。主役を切り取るっていう気持ちよさがあります。あとね、35-150っていうレンズ、たまに見かけますよね。このレンズも 150mm まであったらいいなって思う方いませんか？実はできます。どうやるかっていうと、カメラ内の APS-C クロップの機能を使って焦点距離を 1.5 倍に伸ばすことが可能です。しかもね、このレンズ E マウントなんですけど、C2 だったり 7-4 って有効画素数が3300万画素あるので、APS-C クロップをしても破綻せず、十分な解像感が残るっていうのもいいポイントかなと思います。これはね、E マウントだったりとか、高画素ならではの楽しみ方かなと思います。では、ここからは玉ボケの比較をやっていきたいと思います。こちらが 35mm です。そして次が 100mm。3枚目が 150mm APS-C クロップの使用時の写真となっています。いかがでしょうか？同じ F2.8 でもここまで変わるんですよ。焦点距離によってね、玉ボケの大きさだったりとか雰囲気を調整することができるので、かなりね、万能であり、いろんな楽しみ方ができるレンズだなと思います。それでは最後、総評をして終わりたいと思います。このタマロン 3500F2.8 のレンズはですね、どんなレンズかと言いますと、広角すぎず、でも広角感は味わえる 35mm と 100mm の圧倒的な望遠感を味わえるところ。そして APS-C クロップを使えば 150mm 相当までいけるところ。それでいて、ズームしてもほんの少ししか伸びない F2.8 で撮影のテンポを崩さず撮れる。そして3500の中には単焦点レンズでいうと 35mm、50mm、85mm が全て詰まってる。そんな万能なレンズとなっています。いかがでしたか？一本でね、いろんな楽しみ方ができる、そんなレンズだなと思いました。では本日の動画はそろそろ終了となります。チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。